こんにちは、萌えです。今日のテーマは、日本語がわからない子供や若者の話し方です。日本語を勉強していると、教科書の日本語はわかるのに会話はわからない。そんな経験ありませんか？特に子供や若い人の話し方は教科書とはかなり違うことがあります。今日は小さい子供の話し方から少し成長して大人になる前の話し方まで、どのように話し方が変わっていくかお話ししたいと思います。まずはじめに、3歳ぐらいまでの子供との話し方です。子供は大人と同じ文法をまだ完全には使えません。赤ちゃんですから、日本語で言うとバブバブというようなことを言います。なので、小さい子供と話す時の日本語には特徴があります。それは、オノマトペや幼児語をたくさん使うことです。オノマトペというのは、音や様子を表す言葉ですね。例えば、もぐもぐ、パクパク、ニコニコ、ピカピカなどです。小さい子供には、こういう言葉をとてもよく使います。よく噛んで食べてくださいと言いたいとき、子供にはちゃんともぐもぐしようねと言ったりします。それから子供向けの言葉もあります。例えば、手。子供にはお手手と言ったりします。お手手洗おうねという感じですね。靴も子供向けの言葉があります。クックです。クック履こうね。お外出るときはクック履くよ。このような言い方は幼稚園や保育園の先生、そして小さい子を持つお父さんやお母さんもよく使います。このような表現は言葉が短くて音も柔らかいので覚えやすいんでしょうね。日本で子育てしている人にとって子供が覚えてくる言葉が教科書と違って何を言ってるかわからないなってこともあるかもしれませんね。もう少し大きくなって小学校低学年頃までになると、子供はキャラクターの言葉をよく真似するようになります。例えば男の子だったらヒーローが好きな子が多くなります。ヒーローの影響で、俺がやるぜ、行くぞみたいな言い方をすることがあります。このなんとかだぜというような語尾。これ実は普通の会話ではあまり使いません。どちらかというと漫画やアニメっぽい言葉になります。でも子供にとってはかっこいい言葉に聞こえるんですよね。女の子の場合はプリンセスの影響があります。例えば、素敵だわ、嬉しいわ、このようななんとかだわ、わーという言葉。実は最近の会話ではあまり日常では使われません。少し昔の女性の話し方というイメージがあります。でもディズニーやいろんな物語の中ではよく出てきます。挨拶はごきげんよう。これも最近は日常で使うことはほとんどありません。アニメの日本語と普段使われている日本語は教科書とはまた違いますよね。さらに子供が大きくなるとまた話し方が変わります。特に小学校の高学年ぐらいから中学生ぐらいになると反抗期というものがあります。親や先生に対して少し反発したくなる時期です。その時言葉も少し強くなることがあります。例えば、やめてではなくやめろと言ったりします。やめてはやめてくださいを短くしたお願いの感じになるんですが、やめろとなると命令形なので、かなり強い言葉で言っていることになります。また、するなとか、すんなというような言い方もあります。これは、しないでくださいという意味ですが、日常で使うと少し乱暴な言い方になります。ここから派生して、ヤンキーっぽい話し方というのもあります。ヤンキーというのは少しやんちゃな若者のことです。例えば、さっき言ったような、なんとかしろとか、なんとかすんな、じゃねえよ、などですね。
それやめてではなく、やめろ、違うよではなく、ちげえよ、違うっつーのとかですね。こういう言い方はかなりカジュアルで、日本語を崩した感じの言い方で、場合によってはかなり乱暴に聞こえます。でも、これで日本語が間違っているというわけではないですね。ただ、使う場面がかなり限られています。友達同士なら OK ということもありますし、仕事では絶対に使わないだろうなという人もいます。ただ、これも職場によってはこのような言葉使われている場所もあります。例えば職人系の仕事なんかで言うと、このような言葉まだ使われているところもあると思います。友達同士でもこの言葉がいいというわけではなくて、おとなしい方にこういうような話し方をすると少し印象が変わってしまうことがありますね。このようなヤンキーっぽい表現、実はナルトやワンピースなどのアニメでもよく使われています。ただ、これを日常会話でやってみようと思うと、かなり乱暴な人のイメージになってしまうので気をつけてくださいね。若い人の言葉というのはいつの時代も変わりますよね。日本では他にもギャル語もあります。きっと日本語だけではなく、どの言語でも同じだと思うんですが、言葉は生きているので、どんどん変わります。ですから、全部理解できないというのは実はとても普通のことです。日本人でも若者の言葉がわからないということは年々増えていきます。日本語の教科書と違うとびっくりすることもあるかもしれませんが、それも言語の面白いところですよね。教科書で使われる日本語は、なんとかです、なんとかでした、なんとかましたというような言い方が多いと思いますが、カジュアルな会話をするときは、やはり普通体、さらに今回お話ししたような、ちょっと崩した言葉遣いというのもあります。他にも、方言、東京の言葉と関西の言葉ではなかなか言葉も違うので、その辺も聞き取れない理由の一つになるかもしれません。ここまでいかがでしたでしょうか？日本語を勉強している方、なかなか終わりは見つからないと思いますが、会話が上手くなりたいと思った時、実はこのように使う場所によって使われている言葉が少しずつ違うので、目的によって自分が今使いたい言葉が多い場所やコンテンツを選ぶといいと思いますよ。今日は子供や若者の話し方について少し紹介しました。今日の動画が役に立ったと思ったら、いいねやチャンネル登録をお願いします。コメントも書いていただけたら嬉しいです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。